乙女の姿しばしとどめんいにしえのちはやぶる神代も聞かず脱か角とだけに花さそう嵐の庭の雪ならで。皆さんこんにちは。スピリットオブアジャパンの彩香です。本日は競技カルタの試合を見にやってきました。カルタは一瞬で札を取る日本ならではの美しい競技です。この動画をきっかけにカルタの魅力を感じていただけたら嬉しいです。それではご覧ください。脱田の川の錦なりけり忍ぶれの色に目にけり忍ぶることの弱りも増する月見れば縮に物こと悲しけれ早坂あゆ子です。全日本カルタ協会所属杉並カルタ会の副会長をしています。競技カルタを始められたきっかけを教えていただいてもいいですか？中学校の時試験勉強で覚えて、高校の時クラスの対抗戦みたいな百人一首の大会があって、友達と毎日練習して校内大会の後にこれだけで終わるのはもったいないねと話して杉並カルタ会に入会しました。競技カルタの一番の魅力は何だと思われますか？やっぱり年齢とか性別とか体格とか関係なく対等に試合ができるところだと思います。競技カルタは純粋に強さだけのトーナメントになっているので、どんな人とでも対等に1対1で向き合えるというのが魅力だと思っています。審判がつかない競技でビデオ判定があるわけでもないので、どっちが札を取ったとか取られたとか、選手同士で話し合って決めることになっているんです。なので小学生でもなんなら3歳や4歳の子でも恐れずに自分の言葉で何が起こったかをきちんと説明してお互いに話し合うという力がついていくところもあると思います。試合中の間についてどのように感じていますか？札が読まれる前の静寂の時間っていうのは何も考えない時間とも言える、頭の中は札のことでいっぱいなんですけど、音に集中するだけ、無の一番集中している時間だと思っています。いにしえの奈良の都の八重桜。競技カルタを通して育まれる力とは何でしょうか？いろいろあるとは思いますが、一番は集中力かなと思います。一つの試合で15分間の暗記時間の後1時間半ぐらい試合が続くので、一枚一枚勝っていても負けていても集中を切らさず続ける力というのはつくものだなと思っています。これはカルタ以外でも通ずるような集中力ですか？そうですね。普段の生活、授業や勉強の中で1時間半スマホもいじらずテレビも見ず雑談もせず過ごすっていうのはなかなかないので、そうですよね。集中力という面では競技カルタしっかりできる子は他のことでもきちんと集中する力がついていると思います。競技カルタは小倉百人一首を用いていて、もともとは藤原定家さんが選んで書いたものだと言われています。最初に書かれた頃にはこれぐらいの大きさの紙に書かれて、襖にこうやって貼られていたというふうに伝わっています。別の遊びとして貝合わせや貝覆いというものがありました。それはハマグリという貝殻を使って神経衰弱のように遊ぶ遊びでした。ハマグリは2つに分かれて、もともとのペアとこれがぴったりくっつくんですが、別のハマグリだとこの凸凹が違うのでうまく合わないんです。それを利用した遊びでした。だんだんとハマグリの中に絵を描くようになって、
これはひな祭りの飾りですが、和歌を書くようになったんです。ここに百人一首が使われるようになりました。和歌をはまぐりに書いていた時代から競技かるたの札に至るまでの間には、綺麗な厚紙などに書く時代もありました。時代は進んでポルトガルからカードゲーム、ポルトガル語でカードはカルタといって、これぐらいのカードが伝わってきます。これは天正ガルタといってトランプに近いものですね。はまぐりに手書きで書いていたのが印刷できるようになることで、貴族の雅な遊びから庶民の楽しいお正月遊びに変わっていきました。それが今では競技かるたとしてこのような形で競技として広まっております。こちらは尾形光琳さんという方が書いた光琳かるたの札です。本当はもっと大きくてしっかりしたものなんですが、これはみんなで遊べるように厚紙に印刷して貼っています。上の句と下の句を書いて景色を書いてという風に合わせる歌会という文化もありました。早坂さんの好きな一首とその理由を教えていただいてもいいですか？はい、相見てのという歌が好きです。相見ての後の心に比べれば昔はものを思わざりけりという歌で、恋心を歌った歌で、意味としては昔は今のように簡単に男女が会えない時代で、会うまでに時間がかかるんですよね。和歌のやり取りをしたりとか、会う前あなたに恋焦がれていた、思い悩んでいた、でも実際に会ってみたら相見ての後の心なので、会った後の気持ちと比べたら会う前は何も考えてなかったようなもんだ、会った後の方、つまり願いが叶った後の方がさらにあなたを思う恋心が募っているよという歌なんです。素敵な歌です。百人一首は現代の私たちにどんなことを伝えていると思いますか？百人一首を読んだ時代の人たちは今と生活様式も全然違うし、使っている言葉も少し違います。でも百人一首に読まれている歌の内容は何百年も前の人も誰かを思ったり、季節の移ろいの中に人生を見たりしていたんだなぁと、今の私たちにもすごく寄り添ってくれるような感じがしています。忍ぶることの弱りも増する、月見れば縮に物こそ悲しけ。カルタ協会としてどのような理念のもとで活動されていますか？一番はやっぱり競技かるたが楽しいので、技を磨くといいますか、強くなりたいという気持ちで普段の活動はみんなで練習をしているんですが、百人一首そのものの魅力も大事にしています。普及活動ということで初心者の受け入れ、競技かるたへの受け入れはもちろんやっています。その他に小学校や中学校の百人一首の授業にお邪魔して百人一首のお話をしたり、校内大会の中でお手伝いをしたりしています。若い世代に競技かるたを伝える上で大切にしていることはありますか？若い世代の方にも自分なりに楽しんでほしいと思って練習では話をしています。今すぐ強くなりたい人もいれば、長く楽しみたいという人もいますし、すぐに結果が出なくてもいつまでも楽しめるものだし、百人一首一首を覚えてたらそれでもいいよの気持ちでそれぞれ楽しんでくれたらいいなと思って接しています。今を春べと咲くやこの花、今を春べと咲くやこの花。和の心とは誠実さです。競技かるたのプレイについては五条の精神という話がよく出てきます。これはお互いに譲り合う気持ちを持って競技に臨むということです。審判が基本的にはつかない競技なので、お互いに話し合って決める際にも絶対に自分が正しいという主張ではなく、
僕はこう見えた、私はこう見えたという話し合いで、最終的には譲り合って判断をします。誠実に、自分に正直に、相手のことも尊重して札に向き合う、それが競技かるたの中にある和の心なんだなと思っています。本日は貴重なお話を聞かせていただきありがとうございました。ありがとうございます。竜田の川の錦なりけり、忍ぶれの色にで見て